はい、こんにちは。第8回目のですね、発言の数学ということで、前回までは2次関数のグラフを書いて、いくつかの問題に挑戦してきました。では今回から二次不等式ということで、前回までにグラフを書いてきたことを生かして、この不等式を解くということを考えてみたいと思います。で、今回はその1回目ということで、次回からの二次不等式の本番に備えて、今日は一次不等式を用いて、その次回からの元になる話をしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。では早速。目的は不等式を視覚的に解こうということです。どういうことなのか。先ほど見ていただいたこの2問の問題ですね。もちろんこの不等式を解けということであれば皆さんは、まず1番、マイナス3を移項します。両辺に3を足すことですね。2x 大なり3。こうなりますね。で、そして、不等式を解くということは、x の範囲を出すということですから、今回は両辺を2で割ります。両辺を2で割るということは正の数で割るということですので、大小関係は変わりません。x 大なり2分の3。トントントン答えと。もちろんこれで正解なわけですね。2番目見てみましょう。2番目の方も、マイナス 2x プラスの4、小なり0と。この不等式を解いてみたいと思います。いくつかのやり方はあるんですけども、この文字の順番に見ていきたいと思います。まずは、やはり4を移項しましょう。こうなりますね。で、今回は、マイナス2で両辺を割ります。負の数で割った場合には、大小関係が入れ替わります。マイナスをかけるということは、折り返すという意味がありますので、大小関係が入れ替わります。よろしいでしょうか。x 大なり2と。こういうことになりますね。マイナスを割りますと、符号が反対になる。こういうことです。よろしいでしょうか。さて、今話をしてきたことを、あえてグラフを用いて考えたいと思います。どういうこと？まず1番の方なんですが、この不等式は、このような解釈もできます。何か。まず、左側の 2x-3 を y と置きます。そうするとこれは一次関数です。よろしいでしょうか。失礼しました。で、その左の y が0より大きくなると。このように解釈することができませんか？右から左を見てみましょう。連立方程式のようにこの y を消去してみます。そうすると、y を消去すると、2x-3 大なり0と、ちゃんとこっちの式に戻りますね。はい。したがって、この不等式とこの解釈は同じになるということになります。よろしいでしょうか。さて、この y が正ということなんですけども、まず先にちょっと右側の方をグラフで書いてみましょう。y イコール 2x-3。y 切片マイナス3ですね。そして傾きが2の直線になります。そうすると、x 軸と1箇所交わりますね。これは、x 軸というのは y の値が0になるときですから、これはイコール0を解けますと、さっきの1番と同じように皆さんが中学校で解いてきました一次方程式です。ここが2分の3になります。さあ、ポイントはここからです。y が正になるということは、y が0になるのが x 軸ですので、y の値がプラスになるということは、このラインより、そう、上ですね。はい。この不等式は、y イコール 2x-3 という直線の中で、x 軸より上の部分を探してくださいっていう風な解釈ができるわけです。従いまして、
x 軸より上の部分ということがここになりますね。ということは、それに対応する x の範囲ですので、ちょうどこの赤いラインが書かれてあるところは、2分の3より右になります。これですね。したがって、x 大なり2分の3ということで、この答えと一致すると思います。このように図形的な解釈をするということが今日のお話のポイントになります。よろしいでしょうか。さて、では2番目の方は少し早めにやってみましょう。こちらの方も同じように考えますと、y イコールマイナス 2x プラスの4。そしてその y が負の数になるというところです。じゃあ負の数になるということは今回は x 軸より下ということになりますね。よろしいでしょうか。では同じように書いてみたいと思います。y 切片が4。傾きがマイナス2。こうなりますね。そうしますと先ほどと同じように x 軸と1箇所で交わります。イコール0ときますと x が2になりますね。さあそうしますと今回は x 軸よりも下のところを探しましょうということですから、ここよりも下ですので赤いラインがこっちに来ます。で、下に潜ってるんですけども、それに対応する x の範囲は2より右側になります。x 大なり2ということで、先ほど出したこの答えと同じになるということがわかります。ここまでよろしいでしょうか。さらに2問目の方は、なぜ不等号の向きは逆転現象を起こすかというところも、1番と2番のグラフの違いを見ていけば想像がつくと思いますので、そういったところも参考にしていただければと思います。では、今日話したことを次回からの二次不等式につなげていきましょう。今日はこれまでです。ありがとうございました。